ついに公開日決定。先日、劇場版ガンダムシードのタイトルと公開日が発表されました。そのタイトルは機動戦士ガンダムシードフリーダム。公開日は2024年1月26日に決定。公式ツイッターではティザービジュアルポスターのプレゼント企画とともにキラ・トラクスの姿が描かれたビジュアルが発表されました。そこにはキラ・トラクスの他にアスランが子供時代にキラにプレゼントした手製のロボット鳥トリーに加えて新型と思われる青いトリーの姿が描かれている。さらに水星の魔女の最終回に合わせるように劇場版の CM が流れるという激アツ展開に。そして第1弾 PV がガンダムチャンネルで公開されました。コズミックイラ75が舞台となる本作はガンダムシードデスティニーの続編となる完全新作の劇場版となる。 PV 第1弾の映像では荒廃する街中に一輪の花と大破したジンと思われるモビルスーツが横たわり、黒いカラーリングのジンが何者かと戦闘を行う描写や、何よりも困惑した表情を見せるキラヤマトが印象に残る PV となっている。またこの PV では新しいパイロットスーツに身を包むキラの姿が描かれており、ナチュラルとファンデーションの言葉とともにデストロイガンダムと思われる機体ザフトの白服をまとう2人と、地球連合軍なのかザフト軍なのか見慣れない軍服を着た人物が1人描かれている。さらにその3人が向かう先にはうっすらと腰に手を当てる謎の人物がいるのだが、敵なのか味方なのか現在のところ判明していない。そして未だに謎に包まれている宇宙クジラエビデンス01が登場するなど、劇場版にどう関連してくるのか気になるところではあります。改めてエビデンス01についてのおさらい。エビデンス01は人類初のコーディネータージョージ・グレンが木星調査中に化石の状態で発見した異生物である。外見は翼を持ったクジラの姿をしているという以外、全てが謎に包まれている。機動戦士ガンダムシードアストレイに登場するスペースコロニーリティシアの人々は羽クジラと呼び、リティシアを巨大宇宙にして地球圏を脱出する計画のリーダーシニストガーフィールドはエビデンス01たちの力を借りて戦いのない理想郷を作ると述べている。本編でほとんど語られることがなかったエビデンス01は敵なのか味方なのかわからないため、劇場版で回収される可能性はあるものの、福田監督と一部のファンが10年ほど前にツイッター上でエビデンス01を含めた地球外生命体とガンダムの接触について論争を巻き起こしており、エビデンス01の存在はガンダムシードの裏設定としてコーディネーターが宇宙を目指す正当性を納得させるために作った設定であることが福田監督から明かされた。その中で地球外生命体とガンダムとの接触はリアリティがなく話自体も広がらないと発言している。しかし現在このツイートは削除されており、劇場版で何かしらの動きがある可能性は残されている。ただ地球外生命体との戦いになると、個人的にはこれまで敵味方で争っていた勢力が共闘して戦うという展開は大好物なのですが、劇場版00ともろかぶりになってしまうので可能性的には低いと思われます。また今回発表された福田監督のコメントから、ストーリーは前作のテレビシリーズ機動戦士ガンダムシードデスティニーの続編となる完全新作となります。ガンダムシードである以上はガンダムシードの王道がベストと思いますが、当時と同じものを作ってもそれは同じだと感じてくれることはないと思っています。何よりまずそれは自分が見たいガンダムシードではないですし、テレビシリーズでは自分としても少々やり残した部分があり、それらをクリアしつつも新たな挑戦もしたいと思っています。20年前に戻ってまた再びキラやアスラン、シンたちと新たなドラマを作っていきたいと思いますというコメントを発表。ガンダムシードの王道がベストという言葉からも、やはりナチュラルとコーディネーターの争いが中心になるのではないだろうか。その過程でキラ出生に関するストーリーの深掘りもされていくのかもしれない。キラは遺伝子研究の専門家であり、キラとカガリの本当の父親ユーレン響によって生み出された存在である。ユーレン響は最高のコーディネーターを作り出すため人工子宮を開発。妻であるビア響に自然的に宿った二卵性ソーセージのうち、カガリはビアのお腹の中で育つが、
キラは受精卵の段階で前述の人工子宮内で育成される。こうした研究実験で誕生したのがスーパーコーディネーターキラヤマトである。その後ユーレンヒビキとビアヒビキはブルーコスモスの襲撃により命を落としたとされているが、実際のところあまり詳しく描かれておらず生死不明となっている。このためネット上ではユーレンヒビキ生存説やスーパーコーディネーターを作る実験過程で生み出されたキラの失敗作が大量に出てくるなどの説がささやかれている。やはり考察してみるとシードシリーズの完結編となる本作はこれまでの戦いに終止符を打つということからもナチュラルとコーディネーター間の争いとなる可能性が高く、最終的には次の世代に託すファーストコーディネーターキャプテンジョージ・グレンが語っていた人類と新人類をつなぐ架け橋コーディネーターにキラがなるという終わりを迎えるのかもしれない。ピンク色の一輪の花が散る描写とキラヤマトの新たなパイロットスーツ。 PV の中で荒廃する街中に一輪の花と大破したジンと思われるモビルスーツが横たわるシーンがあるのだが、ネット上ではこのシーンにも注目が集まっている。一見何でもないようなこのシーンなのですが、この花は次の瞬間風とともに一瞬で散ってしまう。このピンク色の花がラクスを表しており、散る描写は彼女の死を意味しているのではという声も上がっているのです。2021年6月22日に行われた福田監督と TM レボリューションの西川貴教さんのスペシャル対談では劇場版の内容について少しだけ触れられており、その中ではキラの名前が出た直後ショッキングな内容になっていると福田監督から語られていました。福田監督はかつてシードの最終回をジェネシスを止めるためにキラがフリーダムとともに自爆し命を落とすという結末にしたかったという噂も出ており、一部のファンの間では劇場版ではキラが命を落とすのではともささやかれていました。またショッキングな内容という言葉と PV の映像から少し無理やりかもしれませんが、ラクスが命を落とす可能性も出てきてしまったのかもしれません。そしてキラの新たなパイロットスーツ姿も公開されました。ヘルメットの額部には鳥の翼、天使の翼のようなマーキングが施してあり、何より注目すべき点はコクピット内に全天周囲モニターが採用されているところ。これまでのシード系モビルスーツでは前面と側面に備え付けられたモニターに外部情報を投影する機構となっていましたが、この映像からはリニアシートの背面にまで外部情報が投影されています。とはいえドラグーンシステムを持つストライクフリーダムに関してはマルチロックオンシステムによって多数の鉄器をロックオンできるためあまり必要のない機能にも思えますが、シード系にも全天周囲モニターが搭載されることはガンダムファンとしては興奮せずにはいられません。そして何よりも平井久先生がキャラクターデザインを務めた特典付き前売り券つながるムビチケカード第1弾の端にちらっと見えるフリーダム系の新型と思われる機体のウィングバインダーが興奮度をさらに加速させます。ムビチケは全部で5枚、第1弾から第3弾までの特典で購入可能となり、5枚全てをつなげると1つのイラストになるというものです。フリーダムやジャスティス、ディスティニーの新型が描かれるのかどうなのか非常に楽しみです。これは集めるしかありません。また劇場版公開に合わせて HD リマスター版の機動戦士ガンダムシードスペシャルエディション3部作と機動戦士ガンダムシードデスティニースペシャルエディション4部作が8月25日から11月30日にかけて学習ペースで劇場公開することが発表されました。劇場版が公開される前に今一度復習したり、シードシリーズをまだ見たことない友達や彼女、彼氏、奥さん、旦那さん、お子さんを連れてみるのもいいかもしれません。僕も改めて全部見るつもりです。約15年の月日が流れ再起動となった劇場版ガンダムシード非常に楽しみです。これからの続報を待っていきましょう。以上、劇場版ガンダムシード情報の動画を終わります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。今後も続報が出たら動画を配信していきたいと思います。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。